やっほやっほ、ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、サウンドピーツから、サウンドピーツエア3プロだ。サウンドピーツは国内でもかなり早い段階から活動していた、無線イヤホンが強いブランド。Amazon でも評価が高く、以前は高音質なイヤホンを自社ブランドで出すセレクトブランド感があったが、ここ最近はさらに本格化し、自社規格の商品がすごく多い。その中の一つ、今回紹介するエア3プロと同じブランド名であるエアシリーズのエア3は、半開放型、イヤーポッツの形をしていて、振動板はバイオセルロース。振動板はイヤホンの音を決める重要な要素で、バイオセルロースはあんまり他の似たような形のイヤホンでは採用例の少ないタイプで、とにかく自然で使いやすく、音が変にブレず、また、AirPodsライクな装着感で集中の妨げにならない、ということで、個人的にはこの手のイヤホンの中でもトップクラスにおすすめの一本だ。今回登場した、エア3プロは、エア3同様、大型のバイオセルロース振動板を採用した1ダイナミックドライバー。ここの進化は Apple の AirPods と AirPods Pro と同じで、装着方法が半開放型から密閉型に変更。そして、ノイズキャンセルに対応したモデルに変化したぞ。なので、結構イヤホンとしては別物感が強い。プロとついてるけど正当進化というよりは変化球だ。とはいえ、共通の振動板、密閉型としては大きなサイズのダイナミックドライバー、そして、メーカーが売りにするレベルの強化されたノイズキャンセル、サウンドピーツは実際に使って不具合の生じない、完成度の高い商品が多いので、今回も期待できそうだ。詳しく見ていこうか。まずはケースから、一般的な外観の、薄めに仕上げられた、でも大きくも小さくも感じない程度のサイズ感。表面はラバーコーティングされていて、うっかり取り落とすことが少ないように表面はグリップが良い。USB ポートは底面、最近じゃ当たり前のタイプ C による充電だ。充電インジケータは1ランプ、色で状態を示すタイプで、直感的にわかりやすいけど、3ランプ以上のモデルと比べると、具体的な電池残量は把握しにくいかも。とはいえ、あと1回使ったらチャージしろよ色になってたら充電しろ、ということなので、これはこれで一目でわかるので困ることは少なさそう。ケースを開けると、頭の部分から取り出す。マグネットは弱めで、取り出しに苦労することはなさそう。イヤーピースの空間は少なめなので、標準を使うか、よく考えて TWS 用の単軸イヤピを使わないといけないな。とはいえ、標準イヤピで問題なく装着は可能だった。本体はザラついた表面加工の施されたプラスチック製。定番の素材だけど、軽くて耳から落ちにくい。大型の振動板を採用しているけど、耳にはすんなり収まる。遮音性ももちろんあって、ノイズキャンセリングを有効にしていない状態でも、そこそこ外の音は遮断される。と言っても、普通のイヤホン相当くらいなので、やっぱり本業はノイズキャンセリングをオンにしてからだな。一点、使用上気になるのが、本体にインジケータがない点。と言っても、普通に使ってれば耳の中なので、気になることは少ないが、ペアリングに不慣れな人だと、イヤホンの状態を把握しづらいかも。ロゴ部分はガンメタリックで別パーツ。この部分がタッチセンサの指先での識別としてわかりやすく、センサーを押してるつもりであらぬ場所をタッチしている、という可能性を下げてくれる。続いて、完全無線イヤホンで重要な、連続動作時間について、本体は連続6時間。ケースの充電回数は約3回で、合計で24時間だ。ここも問題ないスペックだな。それからここがすごく重要。エア3プロは、この手の低価格モデルとしては、最先発組の、ノイズキャンセルとアプト X アダプティブに両対応したモデルだ。従来はチップの関係から、アプト X 系に対応して、ノイズキャンセルに対応しない、音質重視タイプと、ノイズキャンセルに対応する代わりに AAC までにしか対応しないタイプにバッサリと市場が二分されてたんだが、ついにこの価格でアプト X アダプティブとノイズキャンセルの両方を搭載したモデルが出てきたな。チップセットは最新の QCC3046。ここが気になる人にはすごく強力なアピールポイントになるんじゃないかな。ちなみに、もちろん AAC に関しても、対応だ。というわけで、TWS の使用の前提として重要な、足回りに関して大きなトピックのあるエア3プロ。じゃあ、音質の方はどうなってるのかな？本機は、大型の振動板を採用し、低音域側の表現が豊か。でもって、そうなると気になるのが高音域。普通、この手のイヤホンに使われているのは、ペットボトルとかと同じ樹脂系の振動板。今回採用されているのは、バイオセルロース。エア3無印から引き継いだ素材だな。バイオセルロース振動板は名前から想像がつく通り、植物由来の繊維を固めた振動板タイプ。めっちゃ簡単に言うと紙のすごいやつだ。樹脂振動板に比べて音が柔らかくなりやすいけど、チューニングでしっかり高音域まで歪みなく出る印象。でも、低音がパワフルで、それでいて高音域側を飲まない、といったバランスだな。
エア3の時点でも結構低音域側に臨場感があったんだけど、密閉度が上がったことによって、そのキャラクターがより強まった感じだ。ノイズキャンセルに関しても、ある程度人の声まで絞ってくれる、より集中しやすいタイプ。ただし、ホワイトノイズはそこそこある。完全な無音ではなく、ホワイトノイズだけなので集中はしやすくなるだろう。スペックとしては35ドブなので、より高い ANC 精度を謳う製品もあるんだけど、実際使ってみるとより高周波までノイズキャンセリングがかかっているような印象があり、スペック値よりも静かに感じる仕上がりとなっている。航空機よりもレストランとか、図書館とかで実力を発揮するタイプの印象を受けた。でもって、とどめにゲームモードもついてる、アクト X アダプティブゲームモードは、かなり遅延が感じられにくい仕上がり、シビアなタイミングが必要なゲーム以外なら、没入感は高まるぞ。ゲームモードは左ハウジングを3回タップ、ノイズキャンセル、ノーマル、外音取り込みは左ハウジングを長押しだ。外音取り込みゲームモードは、かなり需要があるんじゃないかなというわけで、機能面、音質面ともに期待値の高いエア3プロ、その音質について見ていこうか。音質については、ドライバについての部分でも触れた通り、12mm のバイオセルロース振動板を採用。12mm 波密閉型イヤホンとしてはかなり大きいダイナミックドライバで、低音域の量感が期待できる。加えて、バイオセルロース振動板によって、過剰に強力でない、でも歪んでない高音域も期待できる、といった使用前の印象だ。で、実際に使ってみると、おおむね、期待通りの音だな。大型ダイナミックドライバー一発で、低音優位の音作り、他音域を飲み込んで、全体が丸くなりかねないくらいベース、サブベースの圧が強いんだが、それでも、ボーカルが妙にくぐもったり、小音量で聞き取りにくくなったりもしない。高音域も丸くなりすぎず、小音量でも満足できる低音と、聞き取りやすい人間の声、そしてきちんと粒立ちを保つ高音域、ノイズキャンセリングを有効にした状態でも、無効にした状態でも、基本傾向がガラッと変わってしまうこともない。つまり、音質にもこだわってる。本当にここ数年で進歩しすぎじゃない？サブベースが大事な曲、落ち着いた曲調、ベースラインがとにかくパンチのある音ではあるんだけど、でも全体を見渡してみると他音域に干渉してないので、普通に聴けちゃう。暖色傾向だが、超高音域が潰れてないので、すごくウォームには聞こえない、という美味しい仕上がりだ。ちなみに、ゲームモードにしてもあからさまな音質低下は感じられなかった。さすがに、ハイブリッド型の H2 などの方が、より高音域は引き立つけど、このエア3プロは H2 などと比べても低音域がずんと重いので、臨場感ではこちらも負けてない。空間に関しては、低音の圧が強いので、それほど広くはないんだけど、それでも、きちんと頭の外で鳴っている。変に脳内で鳴ると低音モデル、とはなっていないの仕上がりの良さを感じるな。というわけで、エア3に近いけど、よりズドンと効く低音域、代わりに空間表現では、半開放型の無印エア3の方が上手、というバランスになった。空間の自然さでエア3を取るか、機能と低音の重みでエア3プロを取るか、といった感じだな。他のモデルもしっかりと音質にパンチが効いてるので、どれを買っても後悔しないと思うけど、機能性の項目も強すぎるエア3プロは、2022年の定番になりそうだ。音色を分解してみよう。高音域はきちんとなってる。金属質に強調されたり、逆に低音域に引きずられて丸くなりすぎたりもしていない。ピアノなどの音も、変に尖らず、それでいてちゃんと響きは残ってる。ボーカルは聞き取りやすく、耳障りな作業発音の刺さりもない。自然に聞こえるので、ビビッドな音が聞きたい場合はハイブリッドや小径のドライバーを使ってるモデルが有利だが、落ち着いて音楽が聴ける、という点でおすすめだな。低音域は、本気の音の中で一番他音域をリードする。重さと広がりを感じられるんだが、変に残響が残ったりしないので、ブヨブヨに膨らんだ感のない温かみのある音だ。空間についてはすでに言ったけど、狭めだけどきちんと感じられる音。総じて、リラックス、集中に向いてるけど、音の輪郭がぼやけない？そんな台形モデルの余裕と雑さを潰した印象だな。というわけでまとめようか。サウンド P2 エア3プロは、大型のダイナミックドライバーに、スーパーな紙のような振動板、バイオセルロースを採用した、温かみと分離感を併せ持つイヤホンだ。無印エア3とは違って密閉型になったが、ノイズキャンセリングとアクトクサダクティブの両取りを実現した最新型チップ。低価格ながらノイズキャンセリングはよくできていて、パススルーゲームモードで集中していても外の音が聞こえるのも良い。装着感も良く、音質も温かみを感じつつも音がぼやけない？音質面からも購入を検討できるレベル。小径金属コーティング振動板とかが大好きでそれ以外や、という人以外には、機能面、音質面ともに今年一発目の大物になるんじゃないかな。特に、アクト X での意見もできるやつないかな。
と探していた人には、めちゃくちゃでかい一発になったと思う。おすすめだぞ。と、こんなところだな。いやー、年明け早々これはきついのでは？あと11ヶ月半あるんだけど、これを超えるモデルってなかなか出しにくいと思う。同じサウンドピーツから、これの昇降軽バンとかが出てくれたら、音質面で好みを全部抑えることになりそうだ。他のモデルが出ても、エアサンプロの 12mm バイオセルロース振動板1ダイナミックドライバ構成は薄れることはないと思うので、売れ続けそう。TWS も底上げが凄まじいが、その中でも光るモデルを作れるのは、やっぱりすごいことだと思うぞ。といった感じで今回はここまで。